突然ですが、ソニックの最大の特徴といえば何でしょう？そりゃやっぱりスピードだろ。違います。何？ソニックの最大の特徴。それは、とにかくモテること。彼はそのクールなビジュアルやキザな言葉で、数々の女性を虜にしてきた罪深き男です。というわけで今回は、ソニックの女性遍歴をご紹介しましょう。なんかすごい展開になってきたけど、とりあえず行ってみよう。ソニックに惚れ込んだ女性といえば、まずこの人を紹介しないわけにはいきません。お、このシルエットはもしかして、エミーちゃーん。ソニックシリーズのメインヒロイン、エミー・ローズです。ピンク色の体が特徴的な、元気いっぱいの女の子。デビュー作は、1993年発売の、ソニック・ザ・ヘッジホッグ CD です。シリーズ初期から登場してるおなじみのキャラクターだぜ。2D と 3D で見た目が違うのも特徴だよな。もともとはソニックと同じような髪型に、緑の服、オレンジのスカートというデザインでしたが、1998年発売のソニックアドベンチャーで大胆にイメチェン。今ではどちらかというと、こっちのエミーを見ることの方が多いですね。ですが最近でも 2D ソニックの新作が出た際は、このデビュー当時のエミーが大活躍します。こっちのエミーちゃんは見た目が少しおとなしめだけど、中身は 3D と同じでとにかく活発。よくソニックたちに混ざって大冒険を繰り広げてるぜ。このエミーはヒロインというポジションではありますが、いざという時にはどこからともなくピコピコハンマーを取り出し、ソニック顔負けの活躍を見せます。またカード占いが趣味で、何かを決める時にはカードに聞くこともしばしば。最近では武器にもし始めましたね。カードで爆走し始めた時は本当に笑った。そんなエミーがソニックと出会ったのは、デビュー作のソニック CD でのこと。いつものようにエミーが趣味のカード占いに興じていたところ、リトルプラネットという星に向かえというお告げがありました。リトルプラネットというのは、1年の間に1ヶ月だけソニックたちの星に近づいてくる小さな星。ソニック CD の舞台となる場所です。カードのお告げに従ってリトルプラネットを訪れたエミーは、そこでソニックと運命的な出会いを果たします。ソニックに一目惚れしたエミーは、ソニックにもアプローチ。すごいグイグイ来るな。しかしその直後、エミーはエッグマンが作った対ソニック用ロボット、メタルソニックに誘拐されてしまいます。そんなエミーを助け出してくれたのは、もちろんソニック。この救出劇も相まって、エミーはソニックに完全に心を奪われてしまったのです。こんなイケメンに助けられたら誰でも惚れちゃうぜ。その後エミーは、自由気ままに冒険するソニックを追い続けるようになります。とにかく猛アプローチを仕掛けるエミーと、そんなエミーから逃げまくるソニックの姿が印象的ですね。ソニック顔。でも最初の頃のエミーはとにかくすごかった。最初から結婚をほのめかしてきたり、拾ったロボットを自分とソニックの子供に見立てて世話するなど、なかなかに強烈でしたね。ですがエミーは、本当はとても心優しく、また非常に芯の強い人物です。例えば敵に追われている小鳥を命がけで助けたり、自分が大変な目に遭っている時も、困っている人がいたら必ず手を差し伸べます。またシリーズを追うごとに精神的に成長しており、どんどん魅力的な人物になっていますね。特に2006年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグでは、ソニックがこの先世界を滅ぼすと言われた際、非常に力強い言葉で反論しています。もしもそんなことになったって、世界とソニックのどっちかなら、私はソニックを選ぶ。エミーちゃんかっこいい。生半可な気持ちでは、ここまでの言葉は言えませんよね。また2003年にテレビ放送されたアニメ、ソニック X でも、エミーとソニックの非常に印象的なシーンが描かれています。このソニック X では、ソニックたちが人間の世界に迷い込んでしまうという設定になっています。そして第1期の最終回直前で、ソニックたちは元の世界に帰ることになるのですが、この時色々あって、ソニックだけが人間の世界に残ってしまいます。最終的にはソニックも無事元の世界に帰ってくるのですが、この時のソニックとエミーのやりとりが非常に美しい。何食わぬ顔で帰ってきたソニックに、エミーが泣きながら思いをぶつけます。ソニックが帰ってくるまでの間、自分がどれだけ不安だったか。悩んで、ようやく決めた。どれだけ時間が経とうとも、たとえ自分がおばあちゃんになったとしても、ずっとソニックを待ち続けると。そう決めた途端、ソニックが帰ってきた。せっかく決めたのに、頑張って決めたのに、なんで今帰ってくるんだ。気持ちがぐちゃぐちゃになってるエミーと、そんなエミーを優しい眼差しで見つめるソニック。私のこと、愛してるって言え。エミーの心の叫びに対し、ソニックは一本のバラを持って膝をつきます。そして、エミーに言葉をかけるソニック。ここでソニックが何を言ったかは、アニメでは語られていません。口は動いているのですが、ここだけ音声が入っていないんですね。視聴者の想像にお任せしますってことか。なんて演出してくれてんだ。ですが実は海外バージョンでは、ここにもちゃんとセリフが入っているそうです。本物を確認したわけではないのですが、英語版だと決して一人にしない、そしてなんとフランス版だと、愛していると言っているとか。おーい。マジかよ。また、一輪のバラには、あなたしかいないという花言葉があるそうです。日本語では何と言ったのかわかりませんが、このバラの花言葉も踏まえると、海外バージョンと近しい言葉をかけたのではないでしょうか。ソニック X はゲーム版とは別世界の話ですが、このことから、ソニックもエミーに対して特別な感情を抱いている可能性はあると思います。
またゲーム版でも、この頃から二人の関係が徐々に変化。最初の頃のようなエミーの無茶なアプローチが減り、それに伴ってソニックの態度も変わってきます。例えばソニックワールドアドベンチャーというゲームでは、エッグマンの策略でソニックの姿が変わってしまった際、エミーに気づいてもらえなくてソニックが本気で落ち込む様子が見れたりします。またソニック公式サイトに掲載されている壁紙カバーストーリーなどを読むと、エミーからのデートの誘いにもなんだかんだ付き合ってあげているようです。最初のうちは逃げまくってたのに、今では二人で遊びに行く仲か。尊い、あまりに尊いぜこの二人。また通称 IDW ソニックと呼ばれるソニックのアメコミでは、なんと、ついにソニックの方からアプローチをかけている様子が。これもう好きじゃん。このように、少しずつではありますが二人の仲は確実に進展しているようです。ソニックとエミーは、シリーズのメインヒーローとメインヒロイン。そんな二人の関係が今後どうなっていくのか、ますます目が離せませんね。続いて紹介するのは、2006年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグ、通称シンソニに登場した、エリスというキャラクター。彼女はご覧の通り人間ですが、種族の壁を越えてソニックに恋をした女性です。このエリスというキャラクターは、シンソニの舞台であるソレアナ公国のお姫様。幼少期に母親を、10年前に国王である父を亡くしているため、若干17歳にしてソレアナ公国を治めている人物です。ちなみにこのエリスの声優さんは、FF7 のエアリスや鬼滅の玉予約でおなじみの、坂本真綾さんだぜ。そんなエリスがソニックと出会ったのは、ソレアナ公国で毎年行われている、炎の祭典というお祭りでのこと。このお祭りの最中、エリスは突然エッグマンの襲撃に遭います。エッグマンの目的は、ソレアナ王家に伝わる炎の最悪の秘密と、エリスの持っていたカオスエメラルド。その二つをどちらも手に入れるため、エッグマンはエリスの誘拐を目論んでいたのです。この時エリスの周りに護衛はおらず、絶体絶命の大ピンチ。そんな時、エリスの周りに突如、青い風が吹き荒れました。来た来た来た。我らがヒーロー、ソニック・ザ・ヘッジホッグの登場です。ソニックはエッグマンのロボットたちを次々と倒し、エリスをその場から救い出します。登場がかっこよすぎるんよ。もはや出会った瞬間に恋に落ちてもおかしくないですが、エリスの恋心が確かなものになったのは、もう少し後。こちらの草原のシーンでの出来事が決め手になったと思われます。あの炎の祭典での騒ぎの後、結局エリスはエッグマンに連れ去られてしまったのですが、その後ソニックがエッグマンの拠点に乗り込み、見事エリスを救い出します。そして、ソレアナ公国に帰る帰り道。エリスはふと、抱えている不安を口にします。エッグマンは今後も自分を狙ってくるだろう。ソレアナ公国の公女として、自分はこれからどうしたらよいのか。一国の主とはいえ、まだ17歳だもんな。そんな不安でいっぱいになっているエリスの手を取り、急に走り出したソニック。余計なことは考えない、顔を上げて走るんだ。ソニックと一緒に走っていると、不思議と不安な気持ちが和らいできました。悩んでたって何も始まらない。悩む暇があったら走るんだ。このソニックの言葉に、不安と重圧に押しつぶされそうになっていたエリスは救われたのです。そしてこの時、ソニックに対する恋心も確かなものになったのでしょう。ソニックはエリスのことを、一国の王じゃなくて一人の女性として扱ってたぜ。それもエリスが心を奪われた一因でしょうね。その後、案の定何度も襲ってきたエッグマンに立ち向かったエリスとソニック。エリスは初めての冒険に、少し怖いながらもワクワクしていました。そして同時に、ソニックに対する恋心もどんどん膨れ上がっていきます。このままずっと、ソニックと一緒に冒険ができたなら。しかしその思いが叶わないことは、エリスが一番わかっていました。自分はソレアナ公国の公女であり、ソニックは自由に世界を駆け巡る、風のような人。自分がソレアナを離れることも、ソニックをソレアナに留めることもできないのです。自分の思いは、決して成就することはない。そんな二人が織りなす、美しくも切ないシーンがあるので、一緒に見てみましょう。ソニックはいつもこんな風に、いろんな世界を見ているの？ああ。あの人を倒したら、この国を出て行ってしまうのね。怖い思いもしたけど、私本当はちょっと楽しかった。ソレアナの王女じゃなくて、一人の女の子として過ごせたのは初めてだったかあ、お姫様も楽じゃなさそうだ。ら。でも私、この国が大好きよ。城のみんなや子供たち、国民のみんな、亡くなったお父様もお母様も。泣いてはいけないよ、エリス。何があっても泣いたりしない立派な女王におなり。だから私がこの国を守るの。それがどういうことか少し分かった気がする。
ソニック、またどこかへ旅に出てもここを覚えていてね。必ず。エリス、大丈夫。ごめんなさい。泣いちゃダメ。出ないと。エリス、スマイル。そんなエリスとソニックにも、ついに別れの時がやってきます。今作のラスボスである、太陽神ソラリス。その強大な力を完全に封じるためには、ソラリスがまだ小さな炎だった時代に戻り、その火を消すしかありませんでした。しかしそれは、言うなれば過去を変えるということ。そんなことをすれば、エリスとソニックの出会いもなかったことになってしまいます。そんなの、あまりに辛すぎる。ソニックと結ばれるのは諦めていた。ですが、思い出まで失う覚悟はできていません。それでも、世界を救うにはこうするしかない。残されたわずかな時間の中で、必死に自分の気持ちと向き合うエリス。そんなエリスを、優しく見守るソニック。二人の間に、なんとも切なく、それでいてしとやかな空気が漂います。そしてしばしの沈黙の後、ついにエリスは、ソラリスの炎を吹き消すのです。このシーンは涙なしでは見れないぜ。思い人と結ばれないどころか、出会った事実すら諦めなければならない。それは17歳の少女にとってはあまりに辛く、厳しい現実でした。今作は、ソニックシリーズで一番と言ってもいいくらいシリアスで壮大な物語が展開されますが、このエリスとソニックの恋模様も大きな見どころの一つです。思いはどんどん溢れてくるのに、決して結ばれることはない。そんなあまりに切ない恋物語に、非常に心が揺さぶられましたね。エリスはこの作品にしか登場しないけど、ソニックに本気で恋した女性として、ファンの中では大きな存在感を放っているぜ。続いては、日本ではあまり馴染みのないキャラクター、サリー・エイコーンです。彼女はシマリスのキャラクターで、主に海外で放送されていたアニメに登場しました。一方で、日本のゲームやアニメにはほぼ出てきたことがありません。唯一、1993年に発売した、ソニックスピンボールで一瞬だけ登場しましたね。そんなサリーが活躍したのは、1993年にアメリカで放送された、ソニック・ザ・ヘッジホッグというアニメでのこと。このサリーは、エイコーン王国という国のお姫様です。ソニックお姫様好きだな。このアニメの中では、ソニックとサリーは小さい頃からの幼馴染という設定になっています。そしてなんと、二人は恋人同士なんですね。エミーやエリスのように片思いじゃなくて、しっかりカップルになってるんです。なんと。またこのアニメの世界では、サリーの国、エイコーン王国が、エッグマンに支配されています。そしてソニックとサリーは、フリーダムファイターズというレジスタンス組織を率いて、エッグマンと争っているという設定です。このフリーダムファイターズの中で、ソニックは頼れるリーダー、サリーは優れた参謀として、組織のメンバーをまとめています。ですが今作のソニックは今より少しやんちゃで、知性と忍耐力がないと評価されることもしばしば。一方でサリーは慎重な性格で、論理的に物事を判断するので、二人はよく言い争いをしています。それでもお互いに相手のことは大事に思っているようで、作中では二人がイチャつくシーンもちょくちょく流れていますね。特に最終回では、見事エッグマンを倒した二人が熱いキスをするシーンが描かれました。このように今作の中では完全にヒロインだったサリーですが、残念ながらゲーム版に登場することはなく、今ではソニックシリーズのメインヒロインの座は、完全にエミーのものになっています。今ではソニックのヒロインはエミー以外考えられないけど、このサリーがヒロインだった世界線も見てみたいもんだな。続いては、またまた人間のキャラクター、セイラをご紹介しましょう。このキャラクターは、1996年に発売された、ソニックの OVA に登場したキャラクターです。この OVA はソニック CD を題材に作られましたが、ストーリーの展開は完全オリジナル。今作は、大統領とその娘がエッグマンの人質にされるところから始まります。その大統領の娘こそ、今回紹介するセイラです。また権力者の娘か。言い方。このセイラは人間という設定ですが、なぜか尻尾が生えている不思議なキャラクターです。またその見た目からも想像できるように、非常に自由奔放で勝ち気な性格をしています。人質の間もわがまま三昧で、逆にエッグマンを振り回してたぜ。メタルソニックが現れた際には、ソニックを助けるために果敢に立ち向かっていったこともありました。いやはは無理だって。セイラのイメージは、3D 初期のエミーに近いですね。またエッグマンから好かれているという設定もあって、作中ではエッグマンから求婚されるシーンも描かれていました。セイラちゃん逃げて。この時セイラは、エッグマンの首根っこを掴んでから顔を引っかきまくり、全力で求婚を拒否していました。パワフルー。そんなセイラは、とにかくソニックのことが大好き。この OVA ではすでにソニックとセイラは知り合いなので二人の馴れ初めはわかりませんが、ソニックは何度か国の危機を救っているらしいので、そのどこかでセイラが惚れ込んだと思われます。
セイラはこのソニック OVA にしか登場しませんが、すごく明るくてコミカルなキャラクターなので、意外とファンも多いですね。ぜひみんなも、ソニック OVA を見てみてほしいぜ。ストーリーもとても面白いので、見たことない人はぜひ。今ならバンダイチャンネルで見ることができます。最後にご紹介するのは、こちらの女性です。この女性の名は、マドンナ。マドンナは、初代ソニック・ザ・ヘッジホップのヒロインとして登場するはずだったキャラクターです。赤いドレスに金髪、そして赤いヒールが特徴ですね。初代ソニック・ザ・ヘッジホップの開発初期では、ソニックがこのマドンナを助けに行くというストーリーが用意されていました。その証拠に、1990年の東京おもちゃショーに出展されたソニックのデモ映像には、ソニックと共にこのマドンナが映っています。しかし皆さんご存知の通り、このマドンナは結局ゲームには登場せず、お蔵入りとなってしまいます。マドンナが削除された理由は諸説ありますが、一説によると、主人公がさらわれたヒロインを助けに行くという設定が、当時ソニックがライバル視していたゲームと酷似していたからだとか。確かにどこか見覚えがあるぜ。ちなみにこのマドンナは、ゲームのヒロインというだけでなく、ソニックの恋人という設定でもありました。ある意味、ソニックの最初の恋人ということになりますね。いつも積極的ですごいことをやってのけるソニックに、マドンナはすっかり惚れ込んでいたそうです。ほんと人間にもモテモテだな。ソニックのかっこよさの前には、種族の壁など無力なのです。今回は、ソニックに惚れ込んだ女性キャラたちをご紹介しました。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。